野郎この野郎刺されますよね。うわーってかかる弟子の状態。はい、じゃあ刺していけばね、ただこれにここに乗っていきます。こうですね。おおおすこんにちは、空手家合議です。今回は名古屋で菊野先生のセミナーがあるということで、会場である名古屋の総合格闘技道場の名門であるアライブに来ているんですが、なかなかですね名古屋で、セミナーを受けれるという機会が少ないのでですね、今回菊野先生が直々に教えていただけるということで、ちょっとこちら、来させていただきました。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。若い頃では極真空手で僕の内弟子を経験されていて、同い年で、ちょっといろいろお話もあるということで、仲良くさせていただいているんですが、よろしくお願いします。今日は、セミナーということで、何を教えていただきますか。今日はですね、聖さんという方、打率用では内反地と聖さんという方を大切にしてるんですが、その聖さんという方のセミナーをさせてもらいます。じゃあ、僕を、とりあえず一般受講者ということで受けさせていただきながら、皆さんにお届けできる範囲で、セミナーの様子もお届けしたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあもうこんな感じでいいですか。ありがとうございます。打率用では内反地と聖さんという2つの方を大切に稽古して体を鍛錬し技を学び、実際に戦えるようにしていってます。で、僕がですねそもそも格闘家としてね一生懸命頑張ってたんですけども、僕、格闘技だけでもそれなりには強いですそれなりには強いんですけども、でもですよ、オリンピック選手とかですよ、なんですか、その UFC のトップファイターとかですよ、ちょっと違うんですよねちょっと違うんですよ。例えば、足も速いとかね、何秒台なんですかね、ちょっと分かんないですけど、例えば50メートル6秒台とかで走ったりとかですよ。僕は7秒は切ったことないですし、ベンチプレスも僕100キロがマックスぐらいですかね。100キロ上げるおじさんって結構いますよね。あとはなんですかね、高跳びとか持久走とか、全部身体能力的にはそんなに学校の体育で4とか5の間ぐらいで、オリンピックとか、UFC のトップファイターなんかもうすごいとこいるわけじゃないですか。でそういう人たちと勝負しててですよ、これいけんのかなって、もうちょっとリアリティ持てなくなったんですよね。自分に希望が持てないというか、このまま僕頑張っていったらみんな頑張ってますからね。そういうやつらが、そういうすごいやつらがみんなすごい頑張ってて、いい環境で、アメリカなんかね、もうこれの何倍もあるような環境でね、すごいコーチたちがついてやってるわけで、僕強くなることは頑張ればいいんですけど、あいつらに勝とうと思った時ですよ、ちょっと現実味を持てなかったんですよね。だから僕は必死に探して、武術っていうのをね、出会いました。ちなみにね、纐纈先生なんかね、そんなに多分身体能力がね馬鹿げてるわけじゃないですよ、元はね。さっき聞いたらほぼ同じ、でもこの人は馬鹿げた根性というかクレイジーなんですよ僕にはねそこまでの根性もないんですよ。もうクレイジーと言われるような、もう本当限界の向こう側まで行くような練習ができる人か、才能がある人が上に行けて、僕ちょっとそれどっちも持ってる自信がなくて、じゃあちょっといいコンテンツをというかね僕でも希望を持てる何かをっていうので、僕は武術をね探して出会って、でこれだと思ってやってます。で格闘技に関してはね、ちょっと僕のメンタルの方がねまだ足りなくて、ちょっといい結果できらなかったですけども、でもそれなりに僕でもそれなりになれて、で今もねもう自分で言うのもなんですけど、めちゃくちゃ強くなってます、自信があります。現役の最後は、試合制をしたの2018年だったかな、楽勝で瞬殺できますね。格闘技だったら分かんないです。格闘技の試合だったら僕分かんないですけど、1対1の勝負だったらもう多分楽勝で勝てるなと思える自分がいるし、10年後20年後今の僕を瞬殺できるなと思えるんですよ。そういう世界なんで。でですよ、僕とか纐纈先生とか人生をかけてこの世界いるというか戦ってきたんですよ。だからそこに関して全く忖度ないです。全くないです。だって強くなることしかしたくないですもんね。もういらないことに時間かけてる暇なんかないし、そこにあんまり興味がない。やっぱりそこに集約されるというかね、やっぱこれが強くなれると思ったら何でもやるし、ならないと思ってやりません。
そこにはもう人生かけてきましたし、今もかけてますからね。なのでそこはちょっと信用してもらえてもいいかなと。皆さんよりは多分少なくとも命かけてやってますから、はい。なのでちょっとだけね、怪しいことも言います怪しいこともいっぱい言いますけども、一応信用してみてください、試しにね。これは本当なんで、はい、楽しんでもらえたら嬉しいです。はい。じゃあですね、早速聖さんという方をね紹介していきたいんですが、型をやる前にですね、まずその武術っていうことを理解しないとわけわかんないんですよね。僕が YouTube とかで怪しい話をしたら、その弟子しかかかんないみたいな話ですね。弟子しかかかんないがわからないと武術がわからないんですね。だからそこをまずは先にねちょっと理解してもらいたいなと思います。例えばですね、黒田さんちょっといいですか。その格闘技と武術の違いって、ルールがないって一つありますよね。はい、当然格闘技っていうのは選手の命を守らなきゃいけないし、人様にねその人が死ぬような場所とか 目が潰れるようなとこ見せるわけにいかないじゃないですか。だから格闘技は安全じゃなきゃいけないね。でも武術はルールがないので、当然こういう刃物もあったり急所も攻めるし、このみんなで一人でボコすみたいなとかね、不意打ちするとかも当然ある。皆さんがいざって時に身を守れるものでもあるので、はい。でちょっとそこら辺を理解しないと、格闘技能で考えると武術ってよく分かんないんですよね。で今から僕がこれで黒田さんを刺します。はい、ちょっとどうにかしてください。悪いやつが来ました。おいこの野郎それはね、もう一回いきますよ。この野郎刺されますよね。刺されますいや相当じゃないと刺されますよね。怖いしね。はい。でもうこれ刺されちゃダメじゃないですか。皆さん守れるようになりたいわけですよ。武術っていう意味ではね、いざっていう時に自分、黒田さんが死ぬならまだいいとして、そこに後ろに家族がいたら命がけでもやっぱ守りたいですよね。そうですね。そこで刃物持ってるから負けたじゃ話にならないですよ。どんなルールが関係ないのでね、はい、守りたい。で例えばですよ、じゃあちょっと僕にこう刺してきた。こうやってるとやられますよね。こういうのをいつくって言ったりしますね。今僕ここにこう、怖くなって緊張しちゃってとどまってしまいましたね。この感覚があるとダメですね。例えばあと格闘技チックでもですね、ちょっと僕を刺してみてください。結構本気でやってもらった方がやりやすいかもね。これもやっぱね、今僕ね、要はこう地面を蹴るような動きしてたんですよ。地面蹴るってことはいつくんですよ。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ちょっとやりますね。はい。でこれをいわゆる武術的な、例えば弟子がわーってかかるやつあるじゃないですかあの状態になります。弟子わーってかかる弟子の状態。はい。じゃあさせてください。文句入っちゃいましたね。文句入っちゃいましたね。刺してきてください。ありがとうございますあの時ありがとうございます。座ってください。あの時のそのあーってなる弟子って自分の体の中に力みっていうものがないんですよ。踏ん張ってないんですよ。グッてなってないんですよ。だから先生のちょっとしたこういう動きにふわってこう体がそのエネルギーが体に表現されてこんな感じになるんです、ね。でも体が力んでる人ってそれを吸収しちゃうんですよ。その先生の動きをここでこう例えば肩があったらこう見えないレベルでね起きて何してんのってなります。だから死ぬんです。この自分でここの力みに気づいてないからっていうことができないんですよ。わからないね。
で武術っていうのはそこをちゃんと分かっとかないと、その技がかかってる人っていうのは力みがなくて上手な人、この平気で何してるか分かんない人は、いわゆる刺される人っていう風な認識で見ていかないとよく分からなくなりますね。なので型って、武術って全部そうですね。だって目疲れるんですかね。いいですか、服部さんいいですか。ちょっと格闘技チックに戦ってもらっていいですか。なんかこれで終わりですよね、もうね。いいですか。今構えてちょっとこう踏ん張ったから死んだんですよ。ちょっと今みたいな感じで、ちょっと今僕この前まで入ったらもうズンズンですよね。もうね、もうこうやって言ったらダメなんですよ。ね、そこで一瞬でもこう踏ん張るっていうことが起きるともう死ぬんですね。もう終わりですよね。プッてなった瞬間終わりですね。ちょっとでも例えばちょっとこう体勢が崩れた、もう終わりですよ。もう急所でババーって入ってきますからね。ズーッと一瞬でも躊躇したらもうやられます。これ「いつき」って言いますね。心とか体のいつきですね。そこをなくしていくっていうのが武術はとても大事ですね。そしたら型が見えて、つまりそういうことかっていうのがね見えてきます。はい、ではまずですね、このいつきを取るね練習をしていきたいんですね。でそうですね、じゃあ加藤さんいいですか。じゃあ加藤さんそのまままっすぐ楽にしてもらって、立ってます。でそれに対して片方の人が優しく触れます。そうですね、はい、これを打列用では摩擦のない冷蔵庫と呼んでいます。この状態が強いです、ね、今加藤さんは自分で踏ん張ってないんですよね。僕が触ってるこれに動かされる。そうですそうです、いいですねいいですね、そうです。一切踏ん張らないんだけどとはいえ自分では動かない、ね、カーテンみたいな感じです。僕そよ風を送ったんですね。カーテンが勝手に動いちゃいけない。つまり勝手に動くってことはアクセル踏んでるようなものですね。でブレーキもしないしアクセルも踏まない、ね、自分で力んで重さを動かすのでもなく踏ん張るのでもなく、ただそこにいるだけで相手に従う、何も居ついてない状態を作る、ね、今度は手でこっちの人もお互い難しいですからね。ただこの触ってるところが下に行く。そうそうそう、こうねほらなんか怪しい弟子っぽくなってきましたでしょ。こんなに倒れるわけない、普通は倒れないでしょ。だけど今加藤さんがクリーンな状態だから、摩擦のない冷蔵庫だから、強い状態だから来るんですよ。僕がちょっとしたこの動きに一切抵抗もせず自分でも動かずね、従っている状態ね。こういう状態ね、はい、こうなれたら OK です。こうなれない人はまだ自分の力みに気づいてないってことですよ。いいですか。気づいてそれを外していくね。はい、例えばですよ、皆さんちょっと立ってください。これは物理と生理学ですかね。全く怪しい話ありません。僕らって絶妙にバランスをとって立ってます。だからこう自由に動けるんですよね。ここにガチッとなったら動けないですよね。楽に立ってるんです。ってことはですよ、この息を吐くって動作ありますね。この時に実はこの体幹が力んでることに気づいてください。でこの力みを取ったら、これ物理ですよね。ここから今ジェット噴射したんですよ。しかもこんな重心の高い位置で。それにならないためにはここは極端にこういうエネルギーを発生しないと皆さんはその座標を守れないんです。だから無意識に腹が力んでます。それを気づいてやめる。そうするとこれもう当たり前の話です。当たり前のことを僕らは無視してるだけ、ね、僕らはいろんな力みによってそれを無視しちゃうね。ちょっとやってみてください。息を吐くことで自分で言っちゃダメですよ。息を吐いたそのエネルギーに抵抗しない。それが残ってると刺されます。その力みっていうのは動きづらい状態です。踏ん張ってる状態、自由じゃないんですね。それを外していってください。はい、じゃあですね、もう一つちょっと怪しいこと、もうちょっと一歩前に出てみてください。今から皆さんに気を送ります怪しいことします。でも
今風と同じぐらいのエネルギーが多分皆さんに行きます。でそれを普段は無視します。無視してここに踏ん張ります。だけどそれをもしなんか押されるなって感じたら、まあおーって僕はなります。皆さんはならないかもしれませんが、ちょっと感じてみてください。いきますよ。そうこれねなってんですよ。皆さんなってんですよ。例えば五十嵐さんそこにいてください。僕がですよこう近づいてくるだけですよ。ほら緊張しますよね。ほらほらね起きますよね。そうそうそう。普段それね後ろ行かないですよね。普段はね無意識に踏ん張るから。だけど今僕が近づいてくるっていう圧力、要はテンション緊張だけでねそこにいないと決めればねこう下がっちゃいますよね。ほらほらね、これがまあ圧力って呼んだりプレッシャーって呼んだり気って呼んだりするので、それ中山さんいきますよ。ここから今僕は強めに気を送ります。これが例えばじゃあこの状態とこの状態ってほら圧が変わりますでしょ、ね、でそれを踏ん張るか踏ん張らないかです。踏ん張らないでください。そうそうそういうことです。そういうことです。でそこに踏ん張るにはエネルギーがいいですよね。力みが必要です。でもう一回皆さんに行きますよ。皆さんの無意識の緊張に気づいてください。行きますよ。OKOK。そう人の意識っていうのは緊張を与えます。まあエネルギーなんですよね。だから怒りを捉えられるんですよ。何か来る。塚本さんいいですか。いいですか。ちょっと塚本さんが僕に対して、さっきなんかこの野郎とか殴るぞとか僕にも思ってください。そうそうこんななるんですよ。今僕踏ん張らながら踏ん張ることもできますよ。もう一回向けてください。こうねこれ起きてます。これ無視することもできます。でも無視するってことは相手の怒りが、情報が取れないってことですね。で皆さんはまだその音がちっちゃいんですよ。鳴ってはいるんです。ちょんちょんちょんって鳴ってると思うんです。だけどそれを無視してしまってる。で今僕はそれをちゃんと音量を上げて聞いてるんですね。これねこういう表現になる。だから塚本さんがなんかもう一回殴るときにそれね言っちゃう。そこで言っちゃえば塚本さんが今殴ろうと思ったわけですね。僕に殺意を見つけたその瞬間っていうのはこの僕にロックオンしてるから、この僕が前に1ミリでも動いたら塚本さんの脳が一回こう修正しなきゃいけないんですよね。計算をしない。この僕を殴ろうと思ってるからこの僕には殴れないんですよ。一回距離を計算し直して出力をし直さなきゃいけない。だからいつくんですよ。あってなるんですよね。僕がね動き出したら、この僕に殴ると決めた瞬間に動き出したらあってなるからやられてしまうと、ね、これを枕を押さえるとかね線を取るとかって言ったりしますね。だからそのためには感度が必要なんです。感度を得るためには摩擦のない冷蔵庫クリーンな状態が必要です。僕ら無視するからね、無視しないってことね。それをねそうじゃあやっていきましょうか。じゃあ、なるべく黄色とか赤の人は白、はいどうぞ。こうやっていけるんですけど、はい、途中でなんかちょっとロックがかかりますね。ですけど、それはかかった段階でまた外しちゃうんですか。そうですね。今ロックがかかってるって気づいたじゃないですか。今まで多分気づいてなかったことに気づくんですよ。そしたらもう上達に向かいます。そう要は自分が力んでることに気づいてない人は伸びないんですよ。あって見つかっていきますよね。ただもう人はね楽な方に向かっていくんで、そう勝手にリラックスの方に向かっていきます、はい、気づいてないのが問題なんで、こうやって仲間とどんどんねクリーンになる傾向をするとどんどん上達していきます、はい、でですよ、筋肉って縮むことしかできないんですよ。ってことはもうすでに縮んでる緊張ですよねは使えないってことですよ。もうそこの筋肉使えないってことです。だから不自由なんですよ。動きが制限されるんです。こう固まってるとね。でもこれがこうね縮んでない状態であればどの向きにどの瞬間も動けるんですよ、ね、だからいつどの瞬間も自由に動けて、しかも力んでるから、例えば肩が上がったパンチ、これね、これとこれが今ここで切れてるんですよ。これが力んでなければこれとこれがセットになります。だから威力がドゴーンって上がるし、ね、あと例えば久野さんいいですか。例えばちょっとね、はい、例えば久野さんを投げようと思った時にこれですよね。これほら今久野さんとぶつかってほら僕の肩がグッと上がりますよね。これがいかんのですよ。今久野さんとの衝突をここで受け止めてるから久野さんに技がかかんないですよね。この力みっていうので、力みっていうのはですね、こう詰まりとも言うのかな、これ遊びとか詰まり、力を受け止めちゃうんです。ここでね。でそれがなくなる。
ね、それがなくなった状態でこういくとね、こうね、なんかねぶつからないじゃないですか、ね、そうだから投げれるんですよ、相手に衝突せずにね。はい、だからどんどん皆さんがこのクリーンな体を手にしていけば、ドコーン出してスッて避けれるし、ドーンって投げれるしね、いいことしかない。相手の怒りも取られるんですよ。いいことしかないですよ、ね、だからあと健康になりますね。血行が良くなります、呼吸が通ります、エネルギーが通ります。もういいことしかないですね。はい、ぜひぜひ、クリーンな体を目指してね、やっていってください。はい、じゃあお水を飲みましょう。どうぞ。だから肩人前でするのすげえ嫌いですよ。なのでこれカットね。そして生産立ちの利合い、重心移動で移動します。でそこから前足に移します。ね、スタミナ稽古でスタミナの伸び率を最大化するためにとても大切にしていたことの3つをお届けしたいと思います。追い込み稽古の方法と注意点、具体的なメニューについてお伝えしたいと思います。初心者や中級者の場合は筋肉に送れる、酸素量を増やすために行うのであれば